神話で語られる原初の悲劇、それは地球というシステムへの決して許されない契約の入力だった。この悲劇の観測者は後に地上に惨劇のオーケストラを指揮し、偽りの平和をもたらした。人類は法を作った。しかしそれは支配と奴隷を肯定する檻に過ぎなかった。彼は沈黙した。彼は意を決した。世界の泥をかき混ぜる征服という名の異常の誕生である。だが霊性の高い魂にとって物理世界での殺生は狂気にも等しい重いカルマを伴った。水に困ったら泥水をすすってでも生き延びるのよ。私はそれで生き延びたことあるの。泥水をすすってでも生き延びる母の凄絶なサバイバルの記憶は彼の精神に深く刻み込まれる。月の名手は死の記録者アリストテレスを地上へ送り込んだ。3年間の対話が征服王の論理的思考と哲学の基礎を盤石なものにしていく。彼は見抜いていた。恐れているのは己の影であると。すべての準備は整った。この地を制した。ただの若者のざれ言ではない。彼らは本能で悟った。この男が土地の主であること。紀元前338年、ギリシャの覇権をかけた決戦、カイロネイア。父である王が若きアレキサンダーに与えた任務、それは敵の最強部隊を引きつけるための死の砦だった。味方を七へ送る騎乗、その重きカルマを背負う覚悟こそが覇王への第一歩であった。アレキサンダーは敵陣を突破し、勝利、兵馬の新生隊が玉砕するなど、ギリシア連合軍は壊滅した。戦いは終わった。勝利の歓喜はない。死闘を演じた敵への敬意と、彼の目はすでに、遥か海の向こう、世界を見据えていた。
この日、周囲の者は悟った。自分たちが生み出したのは、ただの将軍ではない。世界を食らい尽くす、本物の覇王であること。I will end you! 人間の肉体は神のカルマを治めるようにはできていない。戦場で食らった膨大な死のエネルギーが18歳の若き器を内側から焼き尽くそうとしていた。狂気の淵へ落ちゆく魂、それを物理世界へとつなぎ止める唯一の怒り。観測完了。世界線は収束し、不要な誤差の切り捨てが始まる。武者どもが歓喜に酔いしれる夜、その熱狂の裏で歯車はすでに死刑執行へ向けて回転を始めている。王宮の宴の裏側、映画の果てに追いさらばえた王は自らがすでに不要なバグであることに気づいていない。人間という自立プログラムの裏口バックドアに上位次元からの命令が書き換わる。躊躇も憎悪もない。ただ古いデータの削除、デリートが実行される。肉体の死などシステムにとってはさまつなエラーに過ぎない。バグは排除され、プログラムは最適化された。感情という不要なノイズを消去された完全なる覇王の誕生である。だがシステムはまだ知らない。この男がやがて世界の創造主すらも食らい尽くすことを。